はい、皆さんこんにちは。アンドンの町田です。今日は12月9日金曜日。家庭菜園ぼかし作りをシリーズとして何回か撮影していきたいと思います。12月入って寒くなって、ちょうどいいぐらいかなっていう、季節的にいいと。どぶろく作り、日本酒作りと同じもので、基本的に米ぬかともみ殻くん炭、あとは油かすとかその有機的な資材を混ぜて、ある程度水分を含ませて発酵させると。で発酵したものを土壌に入れるということで、微生物の働きが、なんていうのかな、スタートダッシュがちょっともうあらかじめここで分解が進んでるから、土の中でのいきなりなんか入ってきたっていうところからは始まらないと。すぐ馴染みやすいっていうイメージがあるかなと思います。で基本米ぬかなんですけど、米ぬかっていうのはそもそもが乳酸菌とか納豆菌とか、納豆って米の藁で作るでしょ。基本的にもうすでにもう入ってるものなので、いつも言う長良川の河川敷の竹林ね、あれの伐採で一番苦労するところが、伐採した後の竹をどうするかなんやね。今は燃やすこともそうできない、届け出出せばできるんだけど、やりづらい、非常に。でかといって倒木した竹をそのまま放置で、そのままじゃなくてもある程度集めて積んでおいて放置して自然に腐敗させるか発酵させるかで自然に返すっていうやり方もいいんだけど、腐りにくい竹っていうのは。でこれを細かく竹チップパウダーという形にすると、それこそ乳酸菌もたくさんあって自然に発酵されていくと。でこれがね、知人が結構竹粉砕の機械開発でなんか一生懸命やってたことがあったんですけど、そんなことで精米した後の米ぬかっていうのはいろんな栄養素とか、そういったもうすでに納豆菌乳酸菌は含まれているということで、本来ならこういうヨーグルトとかヤクルトとか乳酸菌、あとは納豆菌っていうのをあらかじめぼかし作りの時に本当に必要なのかっていうことなんやね。僕はもちろん粉あれば一粒でも二粒でも全然違うと思うのでいいと思うし、ヨーグルトでもこれ500ミリやけどちょっと1リットル飲みきれんかったとかっていう賞味期限切れのヨーグルトでも何でもいいと思う。これちょこっと入れるだけ多分だいぶ違うと思うね。そんな程度の人間が口にすることのない資材を作るので、めっちゃめちゃ大雑把でいいと思う。ただ作る時期と作る配合はそんな、だから今言ったような適当でいいと思います。でもう一つはやっぱ水分量、含水率っていうのが一番重要で、含水率っていうか水分率が高いほど腐敗しやすいで、低いほど発酵しにくい
でもどっちかというと低い方が腐敗よりはまだいいから、腐敗と発酵ってね違うの分かるね。で非常に発酵しにくいっていうものと、非常に腐朽腐りにくいっていうものと、腐りやすいっていうものといろいろあって、もみ殻っていうのはめっちゃめちゃ発酵しづらいっていうか、自然に帰りにくいものです。広葉樹の葉っぱとか今の竹、木材おがくずとか木の皮、バーク堆肥の元のバークで、こういうものを自然にいかに早く返すかが非常に効果があるものだと思います。でいつも僕はもみ殻と米ぬかそのまんま畑にぶち込んで、去年畑をそのまんま発酵させた。でさらにまたこれをいっぱい入れてふわふわな土にさせたということで、たった半年で割としっかりとしたナスやトマトができた。病気もほとんどなく、しかも接ぎ木苗じゃなくて未生苗というもので、こういうものの結果何のおかげかって言ったら、この微生物由来の効果が一番大きかったんじゃないかなと思います。この効果っていうのを引き続き、僕のこれからの大きく言えば農業の在り方とかね、 SDGs の日本、世界もそうやけどもね、こういかに使い捨てのものから今度は捨てるものから循環させて活用していくっていう一つのヒントっていうか、なんかものになればいいんじゃないかなと思ってこうやって動画撮影します。今日はこんなとこです。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。